こんにちは、ポカです。今日の動画は夫婦でディズニーリゾートに行ってきた動画になります。ディズニーランドとシーの両方に一泊で行ってきました。ランドとシーの両方に行くってなんかすごい贅沢だなって思うんですけど、去年すごく大変な1年だったので、頑張ったね会を兼ねて行ってきました。大変だったことについては概要欄とかにリンクを貼っておくので、ぜひご覧ください。1日目はディズニーランドに行ってきました。私、大人になってからはディズニーシーに行くことが多くて、ランドはすごい久しぶりでしたね。ディズニーランドってシーに比べてかなり歩きやすいなっていう風に思いました。坂道も少ないし、円形だから移動しやすいっていうのもあるのかなと思うんですけど、座り中に結構体力が落ちちゃったのでありがたかったです。とは言っても乗りたいアトラクションが結構いっぱいあって、ジャングルクルーズとかビッグサンダーマウンテンとか、あと一番好きなのがフィルハーマジックなんですけど、いろんな乗り物乗ったりしてすごい楽しくて大満足だったんですけど、夕方ぐらいにはかなり疲れてきちゃったんですね。だけど花火もエレクトリカルパレードも見たいなって思ってて、でね、たまたまホテルをディズニーから結構近いところで撮ってたんですよ。スパホテル舞浜ユーラシアっていうスパがついてるホテルを取ってたんですけど、そこがディズニーから直行バスも出ててすぐ近くで、だから一回疲れちゃったなと思った夕方にディズニーを出てホテルに行って、ちょっとお部屋で休んでスパも入りました。お風呂に入ったりして、それからもう一回ディズニーに再入場っていう形ができました。この時1月の末ぐらいだったんで結構寒かったりもしたんですね。だから夕方に1回お風呂を挟めてすごい充実した一日を過ごせました。これパレードですね。私結構ディズニーのショーとかパレードも好きなので、すごいこれも楽しかったです。なんかランドって今ショーとかパレードが多分いっぱいあると思うんですけど、 C の方って全然なくなっちゃいましたよね。私もうちょっと昔は C もいろいろあったなと思うんですけど、違ったかな。 C のハンガーステージっていうところで昔ミスティックリズムっていうのをやってたと思うんです。それがすごい好きで、1日に何回、5回か6回ぐらい公演するショーだったので、私も2回か3回見たりしてすごい好きなショーだったんですけど、そもそも今 C ってほとんどショーやってないみたいで、ハンガーステージも動いてないらしいんですよね。だからショーを見たい気持ちはランドでいっぱい満たすことにしていました。多分ディズニーのシステムとかいろんなところってコロナ前とコロナ後で結構変わってるのかなと思ってて、なんかファストパスがなくなったり、今って DPA なんかお金を払うと先に入れるシステムがあったりとか、チケットの種類が変わったりとか、なかなかついていけないことも多いなと思ってます。だからディズニーに行く前はいつも YouTube とかで最新のディズニー事情っていうんですかね、今のディズニーこういう仕組みだよみたいな情報を集めてから行くようにしています。あと今回って思ったのがね、本当に混んでる、すごい混んでるなって思いました。こんなに混んでたっけってぐらい混んでます。私が行ったの1月末で、この日が日曜日だったかな。で次の日が平日の月曜日なんですよ。なのにすごい混んでる。百何十分とか160分待ちとかも全然普通にあって、昔って閑散期って言われるこの1月ぐらいの時期とか、あと平日ですよね、もう少し行きやすい混み具合だったなって思うんですけど、チュロスを買うにしても長蛇の列でもう何十分待つんだろう、多分1時間ぐらい待つんじゃないのかなって思うぐらい大行列ができてて、お昼時にレストランに入ろうとしてもすんごい待ったりとか、あともう席が埋まっちゃってて座れないとご飯買っても座って食べられないから、ちょっと無理だなっていう感じで時間をずらしてご飯を食べざるを得なかったりとかしましたね。いやでも10代の頃とかだと120分待ちとか150分待ちとか友達と一緒に並んでたなって思うんですよ。昔って今よりも開園してる時間が長かったと思う。朝の8時から夜の10時とかまで空いてたと思うんですけど、全然早朝から入って閉園時間まで遊ぶとかもやってたので、ちょっと今は体力がなくなったのかなと思ったりします。
アトラクションも一つでも多く乗って、パレードも一つでも多く見るみたいなテンションだったと思うんですけど、若い時って。今はもうちょっとゆったりとした気持ちで、乗れるものに乗り、食べれるものを食べっていう感じで、ゆっくりした気持ちで過ごしました。エレクトリカルパレードですね。これを見るとディズニーランドに来たって感じがしますね。なんか私は結構10代の頃からディズニーランドに何回も行ってるんですけど、なんか旦那さんはそんなにディズニーに何回も行ったことがある人ではなくて、なんかディズニーランドのノリ、ディズニーノリってあるじゃないですか。多分あんまり行ったことがない人ってここどう楽しめばいいのか分かんないみたいなところがあると思うんです。なんかカチューシャかぶったりとか、そういうディズニーランドもののお洋服を着たりとか、あといろんな人と手振ったりとか、キャストさんに手振ったりとか、なんかそういうノリが多分慣れるまで時間かかるのかなって思うんですけど、なんか今回はね、今までカチューシャとか被ってくれなかった旦那さんが一緒にカチューシャ被ってくれて楽しむことができました。2日目はディズニーシーに行きました。C はね、マジックランプシアターが一番好きなアトラクションなんですよ。なんだろうね、マジックランプシアターとかフィルハーマジックとか、なんかちょっと座って見る感じのやつが好きなのかな。あとね、電車の中もすごいファンタジースプリングス仕様になってたんですけど、 C 最近ファンタジースプリングスがオープンしたんですよ。新エリア、アナ雪とか、あとラプンツェルとかピーターパンのエリアもあるのかな。なんかそこがオープンしてて、それ仕様の電車になってました。で、この日ファンタジースプリングスが誰でも入れる日だったんです。今がどうなってるのかわからないんですけど、2024年、去年までは多分専用のチケットがないと入れなくって、何にもなく普通に C にインパしてフラッと来た人は入れない場所だったと思うんですけど、ディズニーのアプリをね、園内で見てたら誰でも入れるよっていう風に書いてあったんで、ちょっと夫と2人で行くぞってなって、ディズニーの端っこからファンタジースプリングスめっちゃ遠かったです。一番奥のエリアなんで。ディズニーシーってただでさえ縦長で移動が大変だと思うんですけど、その上にさらにこう遠いところに1箇所エリアができたので、なんかもう全部を1日で回りきるっていうのは難しいエリアになったなって感じでしたね。でもやっぱりアナ雪とかラプンツェルとかそういうののなんか世界観が表現されてるエリアが見れてめちゃくちゃ良かったです。アナ雪のアレンデールの街並みとかも再現されてて、すごい楽しかった。この日はね、アトラクションはお金を払ってチケット買わないと乗れないっていう日だったんで、私はアトラクションには乗らなかったんですけど、なんかアトラクションもすごい評判がいいみたいですよね。次来た時は乗ってみたいなって思いました。ここはなんかエリアの中にあるレストランなんですけど、ディズニーリゾートの中のレストランがかなりモバイルオーダーが浸透してて、なんか並んで注文しなくてもモバイルオーダーで注文ができるっていうやつで、それはすごい便利でした。もうどこもかしこも混んでいるので、少しでも並ばずにね時間を節約できるといいですよね。これはなんかチップスとドリンクなんですけど、結構両方とも美味しかったです。ディズニーのフードってちゃんと全部美味しいですよね。ランドの方で食べたミニーの形をしたワッフルもすごい美味しかった。あとね、ファンタジースプリングス内にホテルがあって、きっとすごい高いんだろうなと思うんですけど、泊まりたいなって思ったのと、あとファンタジースプリングスのショップもあって、そこでアナ雪のアナのドレスかな、かたどったカチューシャも売ってたし、可愛いお土産、本当にファンタジーっぽい感じの可愛らしいお土産がいっぱい売ってて、すごい可愛かった。楽しかったです。帰りにね、お土産でファンタジースプリングスの柄の缶のお菓子かなんかを何個か買いました。なんかディズニーリゾート全体に言えることだと思うんですけど、本当に作り込みが本当にすごいなって思います。なんか比べても良くないかもしれないけど、 USJ に行った時になんか世界観とか、あとアトラクション一つ一つのこう本当に細かいところ、こう待ってる待ち列の
待つ時に通る場所にどれだけ工夫をしてるかとかも、やっぱディズニーってすごいんだなっていうふうに思って、 USJ は楽しむっていうことにめっちゃ力を入れてる感じがあって、もう全力で今日を楽しむぞみたいな、そのパワーを感じたんですけど、なんかディズニーは没入感というか、そこに入ると本当に夢の国というか不思議の国みたいな感じで、どっぷり疲れる感じがするなって思います。なんかね、20歳ぐらいの時に行った時にあまりにも感動しちゃって、もう心の底から感動しちゃって、家に帰ってオリエンタルランドの株を買いたいと思ったんだけどとても20歳には払える金額じゃなくて100万ぐらいしたかな、買うのに。だからちょっと買えなかったですね。でも今はもっともっとその何倍も高い株価だと思うんですけど、もうそれぐらい私この会社すごいと思うと株を買いたくなっちゃうんですけど、それぐらいもうめっちゃ感動しますね、ディズニーランドって。なんかこのディズニー旅行は、その前の年にね、ちょっと死産をしてしまったっていう大変なことがあって、そのお疲れ様会的な感じで夫婦で来たんですけど、実はね、なんか死産をした後に、死産って普通に分娩をするわけじゃないですか。出産をするんですよね。その後に経過観察で私の体の状態がね、あんまり良くなかったんですよ。で、病院の先生から遠出をしちゃダメっていうか、家にいなさいっていう風に言われちゃってて、なんかどっか出かけたいって思ってもダメって言われちゃってる状態だったんですね。で、その状態が何ヶ月か続いて、やっと外に出ていいというか、自由に旅行したり好きなところに行っていいよって言われて、やっと来れたのがディズニーランドっていう感じだったんですよ。なんか本当、母子ともに健康っていう言葉ってすごいありがたい言葉なんだなっていうのをすごい実感してて、子供が元気に生まれてくるのも当たり前じゃないし、出産した後にお母さん側の体がちゃんと回復してくれて、出産で亡くなってしまう人も全然いるものなので、命を失わずに分娩が終わるっていうのもすごいありがたくて奇跡なんだなっていうふうに思ってて、なんか赤ちゃんがね亡くなってしまうっていうのはすごい悲しいことなんですけど、そもそも私自身が生きてちゃんと楽しくディズニーランドに来れてるっていうことが、なんかマジでありがたいなっていう風に感じてました。でもやっぱり心の奥底から 100% 普段通り楽しいっていうわけにはいかなくって、ディズニーランドって赤ちゃんとかね、子供連れの人もいっぱいいっぱいいる場所なので、なんかちょっと子連れの人とかを見るとシュンとする気持ちにもなってしまうんですけど、でもなんかそういう子たちも本当にみんな元気に育ってほしいなっていう風にすごい思いました。本当に当たり前じゃないんだなっていうのをめっちゃ感じましたね。なんか私子供の頃に病気をしてて、なんかさ、こうすると本当にいろいろ私親も死んでて子供も死産でいろいろあるんだけど、私子供の時にね入院もしてたんですよ。長期入院で小児病棟に結構長く入院してたんですよ。で、小児病棟ってやっぱ小児がんの子とか難しい病気の子がいっぱいいるんですね。で、小児がんの子は本当に副作用も強いし大変な治療をしてる友達が同じ部屋に大部屋だったんでいたりしたんですけど、当時は子供目線の気持ちしかわかんないじゃないですか。子供から見てうわ大変だなぐらいの気持ちで見てたんですけど、なんか今になって思うと本当にあれを見守る親の大変さとかもあるよなっていうのをすごい実感してて、子供が元気に生まれて元気に育っていくっていうのがなんか当たり前じゃないっていうことをすごいひしひしと感じながらディズニーランドで過ごしていました。本当にね、この時は本当に今思い出してもやっといろんなことから解放されたというか、子供の病気でずっと産むか諦めるかを悩んで1ヶ月ちょっと過ごして、で分娩を経験して、で分娩したと思ったら私の体の方の異常を指摘されて、でね、結構先生からはね深刻な内容もいろいろ言われちゃったんですね。もしこの状態がもっと悪くなったらこうなります、そしたらこういう手術が必要ですみたいな、なんかすごい悪い方に進んじゃった時にはかなり大変な状況になるよみたいな話までされちゃってて、なんか
そういうのがすごく心配な時期を経て、やっとこさ、もう本当に大丈夫、病院にも通わなくていいし、もう大丈夫だよってやっと言われた直後のディズニーなので、命のありがたみを多分この時は感じながらディズニーシーの綺麗な景色を見ていた気がします。これジャンボリミッキーですね。ジャンボリミッキー中毒性がすごいですよね。ジャンボリミッキーはなんかアプリから抽選をして、抽選に当たらないとこの近くで見れないっていうショーなんですけど、全然抽選外れちゃって見れなかったんですけど、なんかこのね斜めの隙間から見れる場所があって、結構ねいろんな場所から見れました。タートルトークの並び列とかからも見れたし、ここには映ってないんですけど、私はちゃんと恥じらいもなく踊っていました。すごい楽しかったです。ということで、ディズニー1泊2日のお疲れ様と頑張ったねを兼ねた夫婦旅行でした。なんかこう生きてると避けがたくとても悲しい出来事ってどうしてもやってきてしまうことがあると思うんですけど、そういう時にはちゃんと悲しんで耐えて、その時期をやり過ごして、でその時期が終わったらちゃんと楽しむというか、なんか楽しめる時は楽しむっていうのを頑張るっていうのも大事なのかなと思ってて、なんか嵐みたいな日々ってあるじゃないですか。急激に大変なことが続くみたいな。でもその嵐が過ぎ去った後の日常を過ごすことの大変さもあると思うんですよね。もう悲しい時って必死に耐えるしかないけど、それが終わっちゃってふっとこう気が抜けた瞬間とか、息がつけるようになった時に良い疲れがやってくるみたいなこともあると思うんです。そういう時ってなんかもちろんすごい時間をゆっくりかけて休んだりとか必要だと思うし、逆にこういう風に思いっきり非日常の楽しみ方をするっていうのもありなのかなっていう風に思ってます。ひとまず夫婦2人とも本当にお疲れ様でした。